どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、言えてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、麦わら大船団です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。麦わら大船団とはドレスローザのコロシアムで亡きエースの形見メラメラの実をめぐって戦った様々なキャラクターたちがルフィを慕って古文杯を交わし参加となった7つの海賊団です。この7つの海賊団には巨人族から小人族まで多様な人種が集まっており、いわばルフィの仲間たちです。彼らはドレスローザでドフラミンゴと戦ってルフィと絆が芽生えたから仲間になった。しかしそれだけでしょうか。もっと他にも何かルフィとのつながりがあるのではないでしょうか。結論から先に行きましょう。僕が考える麦わら大船団のルフィとのつながり、それは島です。前半の島々、それが麦わら大船団のモチーフだと考えます。意味がわかりませんよね。順番に考えていきましょう。まずルフィが冒険した前半の航路を振り返りましょう。始まりはドーン島、風車村、次にドーン島、シェルズタウン、ゴート島、アルビダのアジト、オルガン諸島、オレンジの町、珍獣島、月光諸島、シロップ村、バラティエ、コノミ諸島、ココヤシ村、オルスター諸島、ローグタウン、レッドライン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島、アラバスタ王国、ジャヤ、空島スカイピア、ロングリングロングランド、ウォーターセブン、エニエスロビー、スリラーバーク、シャボンディ諸島、トビウオライダーズのアジト、尿ヶ島、インペルダウン、マリンフォード、ルスカイナ島、巨人島、以上の28カ所がルフィの前半の航路です。このうち麦わらの一味のメンバーが加入した場所、それはつまり麦わらの一味のメンバーそれぞれを表す場所を除外しましょう。ルフィとゾロを表す島はドーン島でしょう。ナミを表す島はコノミ諸島、ココヤシ村でしょう。ウソップを表す島は月光諸島のシロップ村です。サンジを表す場所はバラティエでしょう。チョッパーを表す島はドラム島です。ロビンを表す島はエニエスロビーでしょう。フランキーを表す島はウォーターセブンです。ブルックを表す島はスリラーバーグです。ジンベエを表す島は魚人島でいいでしょう。以上の9つの場所はすでにルフィは手に入れたと考え除外しましょう。すると残りは19カ所になりました。次にトビウオライダーズのアジトとインペルダウンは時期を帯びた島ではなく人工の場所ですから除外します。残りは17カ所になりました。さらに海軍の施設マリンフォードと修行の地ルスカイナ島は冒険を中断した島ですから、この2つの島は除外していいでしょう。するとルフィが前半の航路で冒険した島は残り13の島々になりました。この13の島々の思い出こそが麦わら大船団のキャラクター設定のモチーフだと考えます。ここからはやや強引ながらこの狂った理論を成立させていきましょう。まずはアルビダのアジト、ゴート島を表す麦わら大船団は美しき海賊団キャベンディッシュでしょう。キャベンディッシュはアルビダを想起させるキャラクターです。アルビダもキャベンディッシュも極度のナルシストで、どちらも自分を美しいと発言しており、またアルビダの筆は白鳥で、キャベンディッシュは美剣スワンレイクという技を使います。さらにどちらもルフィにストーカー行為をしていました。アルビダはルフィに惚れてストーカーを行い、キャベンディッシュはルフィを恨んでストーカーしていました。さらにアルビダはスベスベの実を食べたことでごついおばさんから美女に変身しており、このアルビダの二面性はキャベンディッシュの二面性と重なります。キャベンディッシュは眠ると白馬という凶悪な別人格が発動するキャラクターです。次にバギーと出会ったオルガン諸島オレンジの街を表すのはルフィの熱狂的なファンバルトロメオだと考えます。人食いバルトロメオの態度は道家のバギーとリンクしています。バルトロメオのズボンの柄はサーカスのピエロ風ですし、バギーは鼻にコンプレックスを持っていますが、バルトロメオは鼻にピアスをつけています。ルフィに恨みを持つバラバラの実のバギーとルフィに憧れるバリバリの実のバルトロメオです。しかもバルトロメオはローグタウンでバギーがルフィを処刑するシーンを目撃しており、そこで生き延びたルフィを見て惚れたことからバルトロメオとバギーにはかすかですがつながりがあります。次に考えたいのはガイモンがいた珍獣島です。珍獣島のガイモンの思い出とリンクするのは八方水軍チンジャオでしょう。チンジャオは717話で目の前にある財宝が取れなくなったと嘆いていました。ちなみに717話の話数の語呂合わせはないなでしょう。タイトルもドレスローザの忘れ物です。このチンジャオの話はガイモンの話と似ています。ガイモンも目の前にある財宝を取れませんでした。そしてルフィに取ってもらうと財宝がありませんでした。
一方チンジャオは最終的にはルフィに頭の形を変形してもらい、ガイモンとは違い財宝を手に入れたでしょう。珍獣とチンジャオ、チンチンつながりです。続いてローグタウンを表す人物は宣教師ガンビアだと考えましょう。ガンビアはバルトロメオ率いる海賊団バルトクラブに所属し、ルフィ先輩教というルフィ先輩と仲間たちがいかに奇跡的な海賊団化を世界に広げる宣教師です。先ほど言ったようにバルトロメオはローグタウンでルフィの奇跡を目撃していました。そこでサンジはゾロにお前神を信じるかと聞いており、この辺りがローグタウンの思い出ルフィ先輩教を広める宣教師ガンビアと合致しています。次にグランドラインの入り口であるレッドラインにあるリバースマウンテンの双子岬を表すキャラはヨンタマリア大船団偽りの冒険野郎冒険開拓家オーロンブスでしょうか。双子岬はグランドラインの出発点ですから、オーロンブスの異名冒険開拓家に合致しています。オーロンブスとはアメリカ大陸を発見したとかつて言われたコロンブスがモチーフでしょう。コロンブスは現在の研究では本当はアメリカ大陸を初めて発見した人物ではないとされており、コロンブスは原住民を虐殺したとも言われています。そしてオーロンブスの異名偽りの冒険野郎殺戮支配者はそのまんま実在したコロンブスの話と同じです。ただしややこしいのはオーロンブスの部下にはコロンブスというキャラもいます。これが双子岬のイメージでしょうか。そしてサンタマリアではなくヨンタマリアとは4つの海がまたがるリバースマウンテンのイメージかもしれません。さらにオーロンブスの技はキラーボーリングですが、グランドラインはカームベルトという2本の無風海域に囲まれており、その地形はボーリングのレーンに似ているかもしれません。次にウイスキーピークを表すキャラクターはアブドーラとジェットでしょう。ウイスキーピークは賞金稼ぎの街と言われ、そこにはバロックワークスのエージェントたちがいましたが、アブドーラとジェットも賞金稼ぎでした。この2人のモデルは公式で往年の悪役レスラータイガー・ジェット・シンとアブドーラ・ザ・ブッチャーだと明かされていますが、タイガー・ジェット・シンの得意技はコブラ・クローにコブラ・シザーズ。この辺りがバロックワークスが狙っていた国アラバスタを想起させます。ただウイスキーピークの思い出を最も表すキャラはアブドーラとジェットよりジャン・アンゴでしょう。追いはぎのジャンの頭のサボテンはウイスキーピークのサボテンを想起させます。ただしジャンは麦わら大船団には加入していませんから、ここではアブドーラとジェットがウイスキーピークを表すキャラクターとします。続いてはリトルガーデンを表すキャラクターです。リトルガーデンには元巨兵海賊団のエルバフの巨人ゴリーとブロギーが登場していますから、同じくエルバフの巨人ハイルディンがイメージキャラクターでしょう。ハイルディンはゲルズ、ロード、スタンセン、ゴールドバーグらを率いて新巨兵海賊団を結成し、麦わら大船団に加入しています。次の航路アラバスタ王国を表すキャラクターは首羽スレイマンでしょう。スレイマンはかつて愛国者であり、国のために敵を多く手にかけてきたが戦犯扱いされて国を追われた男です。この愛国者という設定はアラバスタを表すビビと同じでしょう。ビビも国が好きだと言っており、またアラバスタ王国を表すもう一人の人物クロコダイルの鼻の上には横に一本傷がありますが、スレイマンの鼻の上にも横に一本傷があります。続いてジャヤを表すキャラは小人族トンタッタのレオでしょう。トンタッタにはノーランドをヒーローと崇めノーランド像が置いてありましたから、レオはジャヤの思い出を表すキャラでいいでしょう。次にそのジャヤとつながる空島スカイピアを表すキャラは八方水軍サイとブーでしょう。ジャヤで出会ったモンブランクリケット率いる猿山連合軍は嘘つきノーランドの話を立証するために財宝を探していましたが、この猿山連合軍は猿のような風貌のサイが率いる八方水軍に対応していそうです。猿のような風貌のマシラとサイは似ていますし、財宝がないというモチーフは再び八方水軍チンジャオとつながります。目の前に財宝があるのに氷漬けで取れないチンジャオ、目の前に財宝があるのに崖で取れないガイモン、財宝があるかわからないのに海に潜り続ける猿山連合軍。チンジャオとガイモンは金目当てですが、猿山連合軍はロマンを追いかけています。長年海へ潜ってサルベージする猿山連合軍と八方水軍です。またサイとブーが使う発衝剣という技は衝撃を操作する防御不能の技だと言われ、それはまるで空島のインパクトダイヤルに似ており、その衝撃の波紋は黄金の鐘の音の波紋を想起させます。というわけで八方水軍が空島を表す思い出キャラだと考えます。次にロングリングロングランドを表すキャラクターはイデオとブルーギリーでしょう。イデオはテナガ族で、ブルーギリーはアシナガ族ですから、ロングリングロングランドのイメージに合致しています。さらにイデオとブルーギリーは格闘家ですが、ルフィはロングリングロングランドでフォクシーと格闘技で戦いました。続いてシャボンディ諸島を表す麦わら大船団のキャラクターはスタンセンでしょう。スタンセンはシャボンディ諸島の人間オークションに捕まっていたエルバフの巨人です。スタンセンは504話でこの恩はきっと返すと言っていました。
その後、スタンセンは船大工としてハイルディン率いる新巨兵海賊団に所属し、見事麦わら大船団の仲間になっています。最後の尿ヶ島を表すキャラクターは八方水軍サイの嫁、ベビーファイブでしょう。思い込みが激しいベビーファイブは、ハンコックを想起させ、ルフィと結婚したいハンコックとサイと本当に結婚したベビーファイブは重なります。以上、これが麦わら大船団は前半の島説です。ルフィが冒険した島の思い出が麦わら大船団のキャラクター設定に反映されていると考えます。それはいわば一つなぎの島つなぎでしょうか。麦わら大船団が結成されたのは800話。800話の話数の語呂合わせは覇王でしょう。麦わら大船団はこの先、それぞれ成長を遂げて歴史に名を残す一大事件を引き起こすと言います。それは以前も考えましたが、頂上戦争と表裏一体となる世界政府との巨大な戦いでしょう。世界政府が頂上戦争で七部会を呼び出したなら、白ひげ曰く世界政府が恐れている巨大な戦争では、7つの海賊団麦わら大船団がその戦局に勝手に駆けつける。表裏一体。なぜなら麦わら大船団はもうルフィたちの仲間だからです。以上です。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。